いしょ。梅原さんはストリートファイターで弾があった方が面白い、みたいなお話をしていたかと思います。私は基本的に弾のないキャラばかり使うのですが、弾を撃たれると何もできずかなりつまらないです。飛ぶと対空で落とされる、ガードすると固められる、パリーすると投げられる、下がると画面端でインパクトされる。この辺はあんま弾関係ねえと思うんだけど、まあいいや。弾強すぎて楽しくないです。弾があると具体的に何が楽しいですか？なるほど。これはね、少し俺は修正を加えたいなと思っていて、ことスト6に関して言うと、俺別に弾なくてもいいと思ってる。実は。っていうのは、まあ以前から言ってるんだけども、なぜ弾というのが必要かというと、お互いに攻める理由を作る。お互いにというか、まあ両方でもいいし、どちらか一方でもいいんだけど、攻める理由を作るために、弾があるんですよ。と俺は思ってるんですよ。少なくともスト2とかでさ、弾のない組み合わせとかって、待ち放題なんだよ。待ち放題になっちゃうの、格闘ゲームってどうしても。だってガードしてる方が強いんだから。攻める理由ないじゃん。それを、お前は動けよっていうことのために弾があるわけ。ね。だから、これまでのストリートファイターは、弾をつけておいた方が面白くなる組み合わせが多いなと確かに俺は思っていた。けど、スト6は、ドライブゲージが下がると回復が遅くなるとか、入った側が回復するのを咎めるために、相手キャラが追っかけてくるとかっていう感じで、自然と攻める側と守る側っていうのが、そういう立場が作られるゲームなの。で、こういうシステムが用意されているのであれば、飛び道具っていうのはお役御免なのよ。俺の感覚で言うとね。いや、むしろ確かにこの人が言うように、邪魔かもしれない。とすら思ってる。正直。スト6は弾強いし、まあ俺は強いキャラを使いたいから旅道具持ってるキャラを使うけど、スト6で本当に弾がなきゃいけないかと言われると、俺は別になくてもいいと思ってる。だからちょっと修正を加えさせてください。これまでのそういったファイター系に対して思ってることなんで。私はフリスクを食べるとくしゃみが出ます。梅原さん、どうですか？今まで共感してくれた人が一人しかおらず寂しいです。皆さんどうですかね、いいのかな。全く一緒。世界で2人だけ。俺と君だけ。全く一緒。あとね、ブラックガム。ブラックガムはマジでくしゃみ出る。何なんだろうね。で、出ない人ってマジで出ないじゃん。俺もね、これずっと言ってきた側なのよ。なんかさ、ブラックガム書くとくしゃみ出ない、噛むとくしゃみ出ないとかさ、フリスク食うとさ、くしゃみ出ないとかってさ、言うんだけど、みんなさ、出ないっしょみたいな。言うんだけど、2人で解消を起こさないか。スト6をプレイする際、梅原さんは右手、つまり攻撃ボタンを押すときはピアノ押しですか？ピアノ押しじゃなくなったな。いつからピアノ押しじゃなくなったな。多分、スト4ぐらいからかな。でね、そもそもなぜピアノ押しをするのかという話、まあ以前にもしたかもしれないけど、改めてすると、例えば、見した方がわかりやすいか。ね。まあここ小パンチなわけだけど、小パンチをこうやって押すとさ、ボタン入力って内部的に1回だけされるじゃん。で、ピアノ押しってまあ、こうだよね。まあ大体中指人差し指だと思うんだけど、こう押す。そうすると、まあ、ほぼ隙間なく、まあ1フレ、2フレ、3フレの間にボタンが2回押されるんだよね。で、これは何のために使うかっていうと、最速で、自分が行動可能になったタイミングで、最速で技を出す。まあ、いわゆるリバーサル。それは必殺技もそうだし、通常でも最速で出したいから、みんなこのピアノ入力を使ってたわけ。で、なぜ今それをやらないのかというと、一つにはスト4が、辻式というテクニックを使ってビタ押しをするというゲームだったんだよね。だから、自然とピアノはなくなった。で、その後出たスト5やスト6っていうのは、先行入力の受付が非常に長くなってる。4フレ、5フレ、6フレとか、7フレとかあるわけ。だから、今言ったように、最速で技を出したいと思ったら、ピアノ押しをしなきゃいけなかった時代とは違って、
ちょっと前、つまり7フレームとかぐらい前にボタンを押しとけば勝手に最速で出てくれるわけよ。でそういう、なんかこう、ゲームの仕様の変化とともにボタンの押し方も変わっていった。で、今ってさ、こういう風に指手かけるじゃん。こういう風に。今かけてんのね。俺の基本指の配置こうなんだ。パリで触るときはこうだけど、こっか。基本はこうなわけ。こういう感じとか、こういう感じとか、こういう感じとか、こんな感じ。基本この上の指4本は変わんなくて、親指だけスライドさせるみたいな感じなんだけど、これもね、そのピアノ押しが必須だった時代のゲームだったら違うの。指を1個だけかけとくと最速で技が出てくんないの。じゃあどうするかっつうと、基本ボタン押しはこうです。この指2本を構えていくわけで、いちいち動かす。こんな感じ。ショパンショパンショパン大キックみたいな感じで、こういちいち指を移動させてたね。だから今みたいにいろんなボタンに手をかけてられるのは先行入力が効くゲーム性だからっていう部分もあるかな。そういう変化がありましたよという歴史の勉強でした。梅原さんこんにちは。若干頭の悪い質問になり申し訳ないのですが、もし目に留まりましたらお答えいただけると幸いです。突然ですが、私は推しに課金したいタイプのオタクです。最近はメディアなどでも推しという言葉が使われるので、単語自体はご存知かと思いますが、もしかすると梅原さんは推しという概念にあまりピンとこないかもしれません。推しの存在は自分の生きる糧になったり、少しでも輝かせてあげたい相手だったり、熱狂的なファン、信者に近い部分はあるかもしれません。少し話が脱線してしまいましたが、私の推しは梅原さんです。ありがとうございます。頭の悪い質問をさせていただきます。梅原さんに課金するにはどうしたらいいのでしょうか。このようにお尋ねすると、コメントの皆様にもサブスクしろ、スパチャで OK、好きにすりゃええやろがいと言われてしまいそうですし、実際梅原さん側からこうしてほしいというのは難しいと思います。なので、視聴者にどうしてもらったら梅原さん的に嬉しいか教えていただきたいです。例えばビーストカップのような大会に積極的に参加、視聴してほしいとか、配信でコメント残してほしいとか、スト6を買って遊んでもらいたいとか、ちょっとしたことで構いません。もちろんお答えいただいたことが強制ではないと承知の上で、私も無理をすることは絶対にありません。その上でお教えいただけると幸いです。長々と失礼しました。最後に自分の名誉のために弁明しておくと、今までの推しに注ぎ込んでいるお金は自分で稼いでいますし、ちゃんと自立して貯金もしておりますので心配無用です。最近では資産運用も始めました。これからも梅原さんのご活躍をお祈りしてます。でもモンドはスーパーレターじゃないんだね。でも真面目な話をすると、もちろんビーストカップに出てもらったり、っていうのはあるよ。嬉しいなっていうのはあるし、でもね、本当のこと言うとね、俺別にあんま求めてないんだよね、そういうの。求めてないっていうのは、いや、出てほしいんだけど、そうじゃなくて、課金の部分だよね。自然と、サブスクしてもらう、自然とスパチャをしてもらうっていうのはもちろんありがたいんだけど、どっちかっていうとね、なんか、一番贅沢なことかもしれないけど、一人の人間として真っ当にというか、真っ当に理解されたいっていう感じかな。いいところも悪いところも含めて、別に特別な人間ではなくて、一人の人間として、理解した上でさ、幻想みたいなの持たなかった上で、その上で、私はあなたのことは好きですよっていうのが一番俺はありがたいんだ。本音を言うとね。別に教祖様のように崇めてほしいとは思ってないし、そう。その本当の望みを言うとそういうことなんだわ。もちろん、配信でコメント残してもらったり、ビーストカップ出てもらったり、サブスクされたり、それは全部ありがたい。スト6買ってもらうのもありがたいんだけども、本当の心の根っこの望みはそれですね。もうだからもうすでにそうですよと言うのであれば、これ以上は何もいらないです。
ありがとうございます。